シンカリオンチェンジザワールド。はい。ということでね、始まりました。このアニメ、シンカリオンチェンジザワールドの感想を語っていく動画なんですけれども、この第1話、第2話、第3話とね、今まで動画出してますので、よかったら合わせて見てみてください。今回は第4話の感想動画になります。もうあらかじめ言っときますけど、今回これ神回です。はい。一番好きな回です、僕が。はい。で、簡単にね、ざっくり言っていきますと、第1話は、大勢がシンカリオンに乗りますと決意したところで終わりまして、第2話は、実際にシンカリオンに乗ります。はい。で、敵倒すと。はい。で、第3話。第3話は、いつも通り大勢がシンカリオン乗ってね、戦うんですけれども、このリョータは、シンカリオンに乗りたいんだけれども、適正値がちょっと足りなくて、乗れてないよっていうね、感じです。で、第3話は、この、リョータがメインの話になってまして、で、その前編ですね。で、そのリョータの後編が第4話となってますので、第4話見るにはね、絶対第3話は欠かせないので、皆さん、どっちもね、合わせてみましょう。じゃあちょっと読んでいきます。アンノーンのさらなる出現に備え、大勢は敦賀に残り、かつて姉と訪れた鉄道資料館を満喫する。一方、亮太は適正値を上げようと一人でトレーニングをしていた。幼い頃シンカリオンに命を救われ、強い憧れを抱く亮太。自分の手で敦賀を守ることができなかったと悔しい思いを抱えながらも本心を隠してしまうのだった。ということで、そうなんですよね。この助けられた、シンカリオンに助けられたってことから、もうずっと亮太はもう絶対にシンカリオンの運転手になるってことを決めて、日々トレーニングをしているんですけれども、適正値がなかなか上がらないっていう状況なんですよね。うん、で、鉄道部、はい、この3人ね、はい、部活やるんですけれども、部活やってんですけれども、大勢は今この敦賀、福井県敦賀市にいますと。で、このね、舞と亮太は、埼玉県の大宮にあります新海学園に今いると。じゃあ部活できないじゃんって思うんですけれども、なんとメタバース空間内だったら遠くにいても会えるよってことらしいので、なんかすごい近未来感のある面白い設定ですよね。はい。そこでこの大勢くんが、この資料館、敦賀の鉄道資料館に行ってきて、北陸トンネルの資料がたくさんあったんだよって亮太に教えてあげるんですね。っていうのも、亮太のおじいちゃんが、北陸トンネルの工事に関わってたっていうことを大勢知ってるんで、そしたらなんか熱いものが込み上げてきちゃってさーって言って、も大好きだから、そういうの鉄道とか大好きだから、もうそれもう思いが溢れちゃってね。で、大勢がね、きっと優しかったんだよね。だってくずりゅうくんのおじいさんだもんってね言って、亮太がちょっと嬉しそうにまあなって言ってね、そこで亮太はおじいちゃんを思い出すんですよね。回想シーンに入ります。このちっちゃい頃の亮太ねが、逆上がり、鉄棒で逆上がりを練習するんだけどもできないですよ。でそこでおじいちゃんが、怖いんじゃないのかって亮太に聞くんですよ。で別にその怖いっていう思いは恥ずかしがることじゃないぞと教えてくれます。はい。で、その回想シーン終わりまして、亮太がその大勢にね、俺の生まれ故郷守ってくれよな、俺の代わりにって言うんですよ。そこで舞はちょっと亮太のこと睨むんですけれども、これ後でなんでね睨んだのかっていうのは分かると思います。でそこでまた回想シーンが入ります。はい。でおじいちゃんがね、亮太と一緒にいる時の回想シーンなんですけれども、このじいちゃんもトンネル掘ってる時は怖かったよ。だけどその先にトンネル開通という喜びが待ってる。だから勇気を振り絞って頑張れたと。大事なのは勇気だけじゃない。怖いと思う自分自身に正面から向き合うことだ。というねことを亮太に言います。これが今の亮太にはすごい大事な言葉なんですけれども、亮太は今ね、ありのままの自分を受け入れることから逃げてるんですよね。なんか悔しいとか、なんかそういうことがあっても本音を出さずに、にゃははって言って笑って、なんかごまかしちゃうっていうところがあります。で、
現在のねこの亮太も鉄棒をねやってみるんですよ。この大人じゃないけどね、中学生だけど、中学生になった今鉄棒で逆上がりできんのかと思ってやるんですけれども、できません。で落ちます。鉄棒から落ちて、やっぱ怖えって言うんですけど、そこをなんと舞に見られてました。で舞がね、やっぱ怖かったんじゃんみたいな、なんか初めて亮太の本音が聞けた気がするっていうこのセリフから分かる通り、ずっとねちっちゃい頃から一緒にいるんですよ、舞と亮太っていうのは。なのに舞が初めて本音が聞けた気がするっていうってことは、本当にこの幼馴染の舞に対してでさえ本音を出してこなかったっていうね、亮太の、徹底ぶりといいますか、そういうキャラを、今まで、ね、やってきてるっていうのが分かりますよね。はい。で舞はね、ずっと一緒にいますから、亮太が放課後に適正値を上げるために隠れてトレーニングをしてから部活に来るっていうことをね知ってたんだからって言うんですよね。で舞がね、案外可愛いとかあんじゃんって言って、亮太が照れるというね、ここめちゃくちゃ可愛いシーンなので見てみてください。はい。で舞がもっと素直になった方がいいと思う、自分の気持ちに素直に向き合ったらってね、このさっきね思い出したおじいちゃんのね言葉ね、自分に向き合うっていうね、こと舞も同じことを言ってます。はい。でここで、アンノーンがなんと敦賀に出現してしまいます。アンノーンでもこういうもう未知のね、巨大怪物なんですけれど、アンノーンが敦賀に出て、そこで亮太は適正値をね見るんですけれども、未だ適正値は低いままシンカリオンに乗れません。で畜生なんでなんだよってね一人でこうね抱えるんですけれども、そこに舞が来て、本当は自分で守りたいんでしょって亮太に言います。で亮太は、いや何言ってんだよ、大勢がいいんだろ、マジで助かるぜとかってまたニャハハとかって言ってごまかすんですよね。はい。で舞が、いい加減にしなよって、あんたはいつもそうごまかすように笑ってばっかで本当に思ってることを言おうとしない、さっき怖いって言ってたじゃない、どうしてそういう本音が言えないのとね、怒ります。で亮太がそこで、だからなんだよ、シンカリオンに乗れない俺にどうしろって言うんだよってね言います。はい。で舞は、いやそんなこと聞いてないでしょと、あんたはどう思ってるわけ、悔しいんじゃないの、だったら素直に悔しいって言えばいいでしょと。はい。これもね、さっきの一緒です、ずっと言ってることは同じです。自分自身に正面から向き合うこと、これを言ってます。ただ亮太はシンカリオンに乗れないのに別に気持ちとか関係ないでしょみたいなことを思ってるんですよ。はい。でも舞はそれは違うと、とりあえず気持ちをどう思ってんのか本音を言えと、言ってるわけです。そしたら亮太がね叫びます。うわーって言って叫んで、マジでムカつくって、そうだよ悔しいよって、ここで初めてこの舞の前でね、さっきは舞がいるって思わなかったから、自分一人だったから怖いとかって本音を言ってたけど、初めてこの舞の前で本音を言います。これねすごいことですよ。本当にずっとやっぱ一緒に、いたからってこともあると思います。舞だからこそ引き出せたこの亮太の本音。はい、続けます。大勢に乗れてなんで俺に乗れねえんだって、だけど本当にムカついてんのは俺自身に対してなんだよ、悔しいとかムカつくとか笑い飛ばしちまうことなんだよ、分かってんだよそんなこと、でもできねえんだよ、なんなんだよマジで、なんなんだよ俺って言ってね、亮太分かってたんだよね全部。本当にこの自分の悪い癖ね、おちゃらけちゃう、すぐ笑ってごまかすところを分かってるんだけどそれができない、それが亮太の悩みでした。これを全て、舞にね、ぶつけるというか本音として初めて外に出します。これがもう一歩踏み出せたよね亮太。はい。で舞がここで、自分の気持ちをごまかしたいだけでしょ、もう一度聞くよと、さっきと同じ質問します。あんたは本当は自分で守りたいんでしょ、敦賀の町を。
って聞きます。さっきは亮太、いや俺はシンカリオンに乗れないから守れないよということをね言ってましたけれども、ここで亮太は一歩踏み出しましたから、決まってんだろ、敦賀だけじゃねえ、俺はシンカリオンでみんなを全てを守りてえ、なのになんでだよ、俺の何が足りねえっつんだよと言ってね、もうさっきとはね違う、ちゃんと本音でここで舞と会話をします。素晴らしい。はい、いやここマジで泣きそうってか泣きましたね僕はここで。はい、で、スマホで適正値ね確認してるんですけど、そのスマホを投げようとするんだけど、そのスマホの画面を見て舞がちょっと待ってと言って、そこでシーンがねちょっと切り替わります。はい、適正値に何か変化があったんでしょうか。はい、で大勢がねめちゃくちゃピンチですと、はい、シンカリオンになってね乗って戦ってますけれども、もうやばいぞと。で高輪先生もちょっとこのピンチだから強制退去プログラムを準備しようと、大勢が危ないという感じになってるんですけれども、そこで、なんと亮太の声が聞こえます。俺に任せろと。でなんと亮太、はい、こちら E7 輝き、この新幹線ねに乗っていると。なんでだと、適正値が足りないはずの亮太が乗ってます、シンカリオンにと思って確認してみると、なんと亮太の適正値が上がっていたという、素晴らしいね。はい、で、このシンカリオンに乗れました。で大勢がね、この大勢が、くずりゅうくんが来てくれるなら絶対に踏ん張ってみせるって言って、頑張ります。はい、で亮太がこの輝きに乗って、敦賀に移動するんですけれども、ここのシーンもまた良くて、この北陸新幹線っていうのは、東京から敦賀間を直通運転してるんですよね。それを思わせるかのような、今回大宮からですけれども、大宮からなんか、長野通過、富山通過みたいなこと言うんですよね。もうこの北陸新幹線のこのね移動をねちゃんと描いているという、はい、素晴らしい。で、ここで変形シーンが入って、この新幹線モードからロボットモードに変形、そしてエルダドリルとの合体シーンがね描かれます。めちゃくちゃかっこよかった。はい、でね、おもちゃともうほんと同じような、変形とか合体をしてね、これまた見るたびにやっぱねおもちゃで遊びたくなるというね、はい、素晴らしい、この変形合体プロセスでございます。はい、で亮太が待たせたら大勢と。で、高輪先生とかのね、サポートもありつつ、敵と戦っていくわけなんですけれども、亮太がね、その戦ってる時に、大勢のやつこんなん相手に戦ってたのかよって言って、俺はお前が怖え。だけど、俺は乗り切ってみせるって言うんですよね。このお前が怖えっていうのは、なんなんだろうね。これ二通りあるんだけど、大勢がこんなに怖い敵と戦ってたのにあんな平気な顔してたのが怖いって言ってんのか、それともシンプルにこの時映ってんのはアンノーンなんですよ、このセリフ喋ってる時。だからこのアンノーンに対してお前怖えって言ってんのか、二通りあるんですけど、おそらく大勢かなと思います。はい。だけど俺は乗り切ってみせると、ここでもね本音を言います、ちゃんと。で敦賀の平和と安全は俺が守ってみせるって、これがもうめちゃくちゃかっこいい。でここでもう最高にかっこいい輝きの必殺技めっちゃかっこいいんで、これまた見てほしいんですけど、見てない人とかね、見終わった人でもまた見てほしいです。はい、めっちゃかっこいい必殺技やって、舞がね、よかった亮太って言ってね、はい、亮太が敵を倒せたっていうのも良かったし、ちゃんとね本音を言えたっていうのも良かったっていうね、はい、二通りの意味があるのかなと思います。はい、で亮太がよっしゃーって言って、終わります。でその後、亮太がね、大切なのは自分自身に正面から向き合うことかと、はい、気づきました。やっとね、おじいちゃんとか前に言われてたことに気づきまして、もう一回鉄棒をやってみます。逆上がり
すると、あんなにね、失敗してた逆上がり、なんと一発で成功しちゃうんですね。それで、その、鉄棒ね、からちょっとなんかぶら下がったりしてるんですけど、鉄棒の上からなんかくるって回ってぶら下がったりしてるんですけど、そこで亮太がなんか世界が広がった気がするって言って第4話終了です。素晴らしすぎるね。最後の言葉、世界が広がった気がする。これでね、また亮太自身も変わったしね、亮太の中の世界もね、亮太が見てる世界ですねも変わったと、チェンジ・ザ・ワールドしたってことですよね。素晴らしい。いやマジこれ何回見てもね泣けるんですよね。今回この感想動画撮るためにまたもう一回見直したんですけど、本当に最高の回でしたね。だからとりあえずシンカリオンは第4話まで見てほしいね、みんなにはって感じですね。いや素晴らしい。で、これの次第5話、ついに会うたびに嫌味を言ってくるこの茜、フォールデン茜ね、はいの回になります。これも前編後編みたいな感じになってて、第5話そして第6話とねつながりますので、これもね楽しみにしていてください。感想動画ね出します。はい。ということで、皆さんいかがだったでしょうかね。またどんどんね感想動画出してって、本編に追いつきたいと思いますので、楽しみにしていてください。皆さんもコメントよろしくお願いします。ということで今回の動画は以上になります。いいなと思った方ぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。